いい？新在家御門周辺の鬼を追っ払ったらすぐに近隣に突入するわよ。了解っす。門を挟んで鬼たちを撃退しつつ織田の本隊の到着を待って攻撃に移る。ちゃんと準備しときなさい。了解。御大将、新在家御門たった今開きました。よし、突入したら兵を挟んですぐに迎撃態勢を取りなさい。速度が命よ。はっ、ザクロ合図。了解っす。かぶらや2本放てっす。先手長尾州よりかぶらや2本ということは近隣の中に入ったってことです。ミクもなかなかやるですね。では織田本隊近隣に肉薄します。包囲している鬼たちを背後から吸収。近中の長尾州と協撃しましょう。任せる。お任せください、お兄様。じゃあお兄ちゃんお姉ちゃん行ってくるね。一気をつけるのだぞ。分かってるって。行くよまこっちゃん。では健介隊の皆さん、江北州の皆さん、この近江が生んだ天才蒲生梅と共に行きますわよ。健介隊先方は綾菜が務めるです。譲らないですからちゃんと綾菜についてくるですよ。ああ。恋ちゃん、洛中の様子はどう？金人千里で見えるかい？そうですね。洛中は戦いの真っ最中のようです。あちこちから鉄砲の音や鬼の声が聞こえてきます。ならなんとか間に合ったってことだね。だけど浮かない顔してるね。はい、金人千里で洛内の様子をくまなく探っているのですが、鬼の数が少ない気がするのです。これは一体どういうことなのでしょうね。何かがあると。そう考えるのが妥当だとは思うのですが。なるほど。知将山本勘介がそうまで考えるのならば確かに何かがあるのかもしれないね。もう相変わらず皮肉っぽいですよ、ひふみちゃん。何が言いたいんです？奇策というやつにはさ、いくつか種類があるってことさ。種類？そう。一つ、逆転の一手としての奇策。二つ、状況を有利にするための奇策。そして三つ目が。三つ目が？奇策があると思わせるための奇策。さ。お兄様、前方に鬼の集団を発見しました。先手の長尾衆とは少し距離が開きすぎています。今は目の前の鬼を排除しましょう。蒲生梅、おそばに控えておりますわ。とにかく一つ一つ丁寧に潰します。頼みます。了解いたしましたわ。ではマリさん、ユウさん、手伝ってくださいまし。それがしがですか？いやー、それがし公方様の補佐もありますればご遠慮したいところですが。いつも和葉様を言い訳の種にして、いい加減あなたも働いてお見せなさいな。なんですのそのめんどくさそうな声は。いやいや、まあぶっちゃけめんどくさい。いいからさっさと来なさい。公方様お助け。まあたまには良いではないか。運動してこい。それがし文治派なのですがね。鹿島神道流を治め、吉田石火から弓術の印鑑まで得て、
なおかつ武田流の急箱術を送電されているほどの武闘派の方が文治派とは。おへそでお抹茶が湧いてしまうぐらいに面白いジョークですわね。いやー、ほら、それがし筆と茶杓以上に重いものを持つ力がなく。スズメさん、カラスさん、細川殿を先頭に押し立ててサクッと鬼を殺戮しちゃいますわよ。殺戮を任せろパパーン。ちょっと梅殿、人の話を。それでは皆さん、突撃ですわ。聞いてくだされ。よい。して主様、ヨラの矛はいずこに？ドドーンもっとかかってくるです。こら、アヤナ、ちょっと前に出過ぎよ。大丈夫なのです。もっともっとやってやるです。さすが東国無双であるな。大将、織田の本体との距離が開きすぎてて、まだ木工が来てないっぽいっす。長尾衆が早すぎた。腐っても織田よ。健介だっているんだし大丈夫。すぐに追いついてくるわよ。信じてるっすね、大将。愛情爆発。戦狂いだった御大将にようやく春が。さいわね。おっす、いつもは否定するのにっす。御大将が落ちた。スケベに落とされた。健介さんのおかげですね。この秋子、御大将の春を応援いたします。あんたらね。北と南から新たな鬼の大部隊囲まれました。ザクロ、待つわ。しょうもないことを言った罰。あんたら二人で打って出てさっさと殲滅してきなさい。アイスやる。そいではお先っす。七手組一番隊柿崎影家特艦するさ。アマカス出る。おら黒ホラシ、もっと気合い入れろ。黒ホロに負けるな。赤ホロシュも頑張れ頑張れ。手こずるな。ホロシュたちも頑張ってるんですけどね。二条館の兵は低いとはいえ、こもられると辛いです。金利の方はどうなっている？先ほど鏑屋が2本上がりましたし、旗を見るにどうやら近中に移動したっぽいですね。けどまだ木工と合流はしていないようですから、あっちも一筋縄ではいっていないようですよ。あまり時間はかけられんが、どうするか。どうするって？貴様らに任せていては拉致があかん。私が出張った方が早いかもしれんが、今後のことを考えれば若手に経験を積ませる必要もある。で、どうするかだ。ひなたちじゃやっぱり頼りないですよね。そういうことでもないが、今は時が惜しいからな。よし、やはり私が出る。了解です。お手数をおかけしちゃいます。ひな、バカ二人を引かせろ。邪魔だ。おーい鏑屋2本、時間を空けて。
柴田衆の方からかぶらや時間を空けて2本上がったよ。2本？時間を空けて2本っつったら戦闘中なら交代の合図だろ。今交代するって言うのかよ。おかしいとは思うんだけど、でも後ろの方を見たら狩り金が動いてるんだよね。やっぱり若菜もそう思う。鬼柴田美月様の伝説の五臓六腑が炸裂するってことだろそれ。まずいぞワンコ、さっさと引こう。もたもたしてたら巻き添え食っちゃう。赤ホラ衆全力で交代。黒ホラも下がるぞ。もう鬼とかどうでもいいからとにかく退避。美月様、若菜とワンコの旗がザザーって潮が引くように城門前から逃げてきますよ。おう、ならばこちらも準備するかい。よろしくお願いします。知っておるか、ひなよ。何をです？柴田家に伝わるこの金剛バップはな、そもそも夜叉が持っていた金剛書から作られたと言われている。人にあだなす鬼を退じるのにこれほどふさわしい獲物はないだろう。金剛バップの大きさが変わってる。金剛書は金剛夜叉明王が悪鬼に罰を与える時に振るったとされておる。されば見たままの大きさが真実であるとは限るまい。ということはまだ大きくなるさ。さらにな。美月様、ひなぶっちゃけ引いちゃうぐらいなんですけど。この程度、まだまだ序の口だ。私のお家流の名前の由来を知っておるだろうが。五臓六腑ですよね、確か。尾張の内乱時、クオン様の足軽たちを一撃で500人以上ほふったっていう。五臓六腑をぶちまけてな。あの頃は私も若かった。いやいや、そんな青春時代を思い返すような目で語られても。まあそれ以来あまりにも残酷な結末を招いてしまうがゆえに封印してきたお家流であるが、鬼相手ならば存分に振るっても問題はあるまい？まあそりゃ問題はないと思いますよ。結果がどうなるかひなは近くで見たくはないですけど。交互のためにもその目に焼き付けておけ。それでも肉が食えるようになれば一人前の武士だ。うえ、想像するからそういう例え方は勘弁してほしいかも。甘ったれたことを言うな。三若も少しは気張らんとこれからどんどん置いていかれると思え。健介くんを中心に大きな力が集まってきてますからね。同年代で強敵が多くなってきた。そういうことだ。織田の三若として気張れよ。へーい。美月様、黒ホロ赤ホロ完全に退避完了したようです。二条館の門ごと鬼どもを叩き潰す。その後の働きは任せるぞ。お任せあれ。では行く。陰でこそこそ悪事を働き、この日の本の民たちをよくもこれほどいじめ抜いてくれた織田家が筆頭家老柴田権六美月勝家、10倍にして返礼してやろう。この信州の土に帰することを誇りに思って死ぬがよいわ。柴田家お家流五臓六腑をぶちまけろ。ほう、懐かしい地響きだな。
これは柴田家お家流。美月が二条館の城門を力ずくで突破したのだろう。ゾッとするとは何がだ？ああ、正式名称は忘れた。ただあのお家流を使われて五臓六腑をぶちまけて死ぬ様から、その様の通り五臓六腑と呼ばれていたはずだ。お見事。二条館の城門というか平都門が吹っ飛んじゃいましたね。少々やりすぎたか。だがまあ今は時間が惜しい。あとは3話かでやっておけ。了解です。滝川衆ぼちぼち動くよ。クロウ、下がれ。意外と早かったっすね。さっきの地震と何か関係があるのかもっす。ほんの少し気の匂いがした。ということは誰かのお家流っす？地震を起こすぐらいのお家流って化け物っす。おそらく柴田殿のお家流でしょう。あれほどの木を爆発させることのできる武士はそうそういません。さすが織田ってとこかしら。家中に人の形をした化け物がうようよいるわね。化け物1号柴田美月さんっす。あの麦穂というお姉様もかなりの化け物と見る。三若ちゃんたちもなかなかの傑物ですし、人材が豊富ですね、織田家は。うちだって負けてないけどね。当然っす。ザクラだって化け物っすよ。松葉だって化け物っす。だけど一番の化け物はアキコ。なんてこと言うんです、失礼な。角隠し早くかぶれるといいわね、アキコ。御大将までひどいです。鬼の荒です。その後ろに織田木工を発見。たく遅いわね、私の旦那様は。アキコ、いつまでもむくれてないで開門準備急げ。あ、はい。怪我なんてしないわよ。ちゃんと言ったでしょ、私を誰だと思ってるんだって。それよりあんたの方こそ大丈夫？怪我はない？ならいいわ。クオン、約束通り最速で金利を手中に収めたわよ。助かったぞミク。で主情は？主情には誰も近づけてないわ。もちろん私も近づいてない。ただ今出川卿には事と次第を伝えておいたわ。気遣いすまぬ。こういう大所帯になったらそういうのやらないとならない気遣いだから気にしないで。それでこれからどうするの？シノはっ。それでは思考組指図役として今後の動きのご説明をいたしましょう。金利内に拠点を築けたとはいえ、金利はまだ鬼たちに包囲されております。まずはその鬼たちを駆逐する、それが作戦の第一。
長尾衆は森一家と合流し、洛中の鬼の殲滅と家屋の焼却をお願いします。家屋の焼却数？そんなことすれば昔話に聞く応仁の大火と同じになるっすよ。重々承知しております。しかしながらどれだけの鬼がいるのかわからない以上、討伐の効率を少しでも上げるためには致し方ないと判断しております。健介、そうなら嫁思いの旦那様に免じて私もシノを支えてあげましょう。現実的に考えればシノの案が一番いい方法よ。どうせ市政の民はもう逃げてるんだから。それに計画的に火をかけていけば延焼も防げますし、再開発も容易になる。大丈夫、やってみせましょう。ありがとう秋子殿。時には厳しい決断を下さなければならない。それが死生者というもの。シノさんだけには背負わせません。この直江秋子、全身全霊をもってお手伝いしましょう。さすがイチゴの母アキコさんす。で、私たち長尾衆は洛中の掃除に移るわ。クオン、金利をお願い。ああ、任せておけ。それと旦那様、絶対に無茶したらダメだからね。私を、クオンを、まだ合流できてない光を、他の嫁たちを泣かせたら死んでも呪ってやるんだから。行ってきます。ミク、ブーンを。そっちもね。長尾衆、今より洛中に打って出る。鬼どもを皆殺しにするわよ。七手組一番隊柿崎桜、先陣つかまつるす。麦穂、長尾衆に代わり各方面の門を固めよ。ぎょい。死の苦労であった。あとは麦穂が引き継ぐ。健介隊に戻り我が夫を支えてやってくれ。かしこまりました。健介、仕上げを頼む。いや、和葉様、ちょっと張り切りすぎですから。士気ばかりで疲れた。世は暴れてすっきりしたい。士気ばかりって、和葉様は健介隊の士気など全てそれがしに丸投げしたでしょうが。ちょっとお待ちになってくださいな。それをあなたが言うのもおかしな話ではありませんこと。あ、まあそれは置いておいて。置いておかれた。健介殿も大切なお方ですが、和葉様とてそれは同じ。自重なさってくださいよ。ふむ、できるだけな。まったくこの夫にしてこの妻ありですな。本当にもう根拠のないとばっちりでもありますまい。ユウさんのおっしゃることももっともです。和葉様は私と綾乃の二人でお守りしますから、中軍を定位置にしてください。綾乃もっと前に出たいです。ふむ、世も同じじゃぞ、綾菜。ねえ、だったら二人で前に出るです。やってやるです。もう二人ともダメですってば。なんじゃかよは、口うるさい姉のようじゃな。綾乃ならともかく年上の公方様を
ダメな妹扱いなんて私だってしたくありませんよ。カヨの言う通り、健介隊の主は健介様でありますが、第二の指揮権は和葉様が持っているのです。少しは自重してください。渋々、本当に渋々ではあるが、少しだけ承知してやろう。何ですかその承知したとは言っていないと言い訳するための伏線は。そんなこと思ってないつもりじゃぞ。とにかく先方は梅さんとヤタガラス隊を中心とした鉄砲隊で固めます。その後ろにコロ率いる長江、その両脇に弓隊を配置し前線を固めます。後ろの軍は中軍、和葉様を中心にあやなちゃん、かよさんの2人とゆうさんを配置。中軍の後ろは本陣として私、しの、こなみさん、ひよさんを配置。もちろん健介様もひとまずは本陣にいてくださいね。マリは？ねえ、マリはどうするの？マリちゃんは健介様の護衛ですから、健介様の横にいてください。わかったの。浅井衆に関しましては梅さんの横につき、鉄砲戦後の肉弾戦の主力を務めていただきます。危険な部署になりますが、やっていただけますか？大丈夫。それこそ武士の本懐だ。任せてくれ。やっと活躍の場所ができたね、まこっちゃん。ああ、頑張ろうね、イチ。ではこれにて健介隊の配置を完了いたします。どうでしょうか健介様。しかしハニー、エーリカさんを探すと言っても今日の都はなかなか広いですわ。どういたしますの？エーリカさんが鬼たちを指揮、もしくは鬼たちの動きに合わせて何かをなそうとしていると仮定するならば、洛外に本拠地を置いていることはまずないでしょう。最前線に身を置くことこそ優れた大将の条件ですものね。武士の基本ですわ。いえ、そんな基本ありませんから。そうだよ、大将は本来本陣にどっしり構えてる方がいいんだから。そんなことありませんわ。私は家中の者に伝えておりますもの。この塩ビの兜を追いかけていれば先行間違いなしと。梅ちゃんは相変わらずなんだから。まあ梅さんのボタン自慢はひとまず置いておきましょう。話を元に戻してエーリカさんの話ですが、洛中に絞ってみても拠殺は数限りなくありますれば、どこが本拠地かは絞りかねますな。主様、何を考えておるのじゃ？初めからそう名乗っておられたじゃないですか。それがどうかしたんですか？本能寺でございますか？ここからそう遠くはございませんが、まさかそこにおると。本能寺ですか。確かにあの大伽藍ならば良い拠点となりますね。良い拠点ということはすなわち攻めづらい拠点ということでもあろう。どうする主様。ならばさっさと動きましょう。じっとしているのは時間がもったいないですわ。御意。では健介隊動きます。
鬼の声もなく、気配なども感じられません。それもこの一角だけ全くと言っていいほど感じないのです。他の区画を探ってみると、多少なりとも鬼や連合軍の兵たちの気配を感じます。ですがこの一角だけは。はい、どういうことでしょう。ユウ、精霊の気配はどうじゃ？よほど汚れた場所でない限り、どこにでも存在するはずの精霊の息吹が全くありませんな。まるで全ての精霊が死に絶えているような不気味さがあります。当たりのようじゃな、主様。よい。お任せを、兄。さて、準備を整えるのは良いが、どうやって本能寺の中に攻め入る？なんとまあ、世の夫は豪気なことだ。罠の可能性もあります。まずは私たちが。いえ、小勢を出して本当に罠があった場合、その小勢は確実に全滅するでしょう。やめておきましょう。ですけど。兄様、破罪衆はいつでも兄様の盾になって死ぬ覚悟はできています。存分におげちを。お姉ちゃんのため、お兄ちゃんのことはイチたちが絶対に守ってあげるから安心してね。誰もいませんね。罠の類もあるようには見えない。どういうことでしょうか。まだ油断はできませんわ。皆さん、気を抜いてはいけませんわよ。ヨラが入った途端、鬼どもが襲いかかってくるといいなと思っておったのじゃがな。あなた様はなんつう物騒な想像を。つまらん。当たりだと思ったのじゃがな。残念無念。外れであったか。山門が当時
外れかと思ったが、やはり当たりだったようじゃな。敵ながらなかなか演出がうまい。感心してる場合ではありませんぞ。これでそれがしらはこの境内に閉じ込められ申した。退路を断った後、次の手を打つとすれば、素早く相手を包囲する兵法の処方ですね。ケイスケ様、アヤナのそばに来るですよ。前にいると危ないです。ケイスケ、早くだ空を見てください。ごきげんよう。本郷に連なるもの。すべてとは言いません。私が知っているのはこの外資でのあなたの役割だけ。私の後ろ？どういうことです？違うもの？なるほど。あなたの言葉を聞いて、私もやっと特進が行きました。似ていて、しかし違うもの。そういうことなのでしょうね。ええ、自分の本質が変わってしまっても、やらなければならないことは変わらない。ええ、この物語の幕を引く存在として、私はこの世界に存在するのです。あなたの死、あなたにつながる者の死で、この物語は完結となりましょう。
少し見ぬ間に強くなりましたね。健介隊法廷陣をして。ハニーの守りはお任せいたしますわよ。了解です。任せてなの。長江隊鉄砲隊を守るよ。つけー！今のうちに装填せよ。コニダ隊早号の準備をしとくよ。承知。アヤナ、ケイスケ様は私に任せて撃って出て。あいです包囲の一角を破った後、背後に壁を背負う形で砲形陣を再度敷き直します。みんな奮